こんにちは、加藤です。今日はですね、家族写真を元にした依頼された絵をこんな不手順で描き進めてきましたというのをお送りしてたんですが、だいぶ期間が空いてしまいました。もうそろそろお渡ししたいなと思って、もう最終仕上げ段階なんですけれども、と言いつつまだ書き終わっていないんですが、ここまでの経緯とどんな風にして依頼されたところから仕上げまで大まかな流れですね、今日はお話ししたいと思います。まず最初はですね、こういった形の、これは依頼者の方からこんな感じのレイアウトで絵を描いてほしいっていう風な依頼を受けたんですね。と同時にこのような、家族写真というかね、スキー場で撮ってる写真なんですが、これを元に、そしてスノーボーが好きなのでボードはこれを使ってくれっていうボードの写真別にいただいてまして、そういった写真をいただいて依頼を受けました。当初大まかな流れですね、この資料を元にエスキースを始めたんですけれども、これが最初のレイアウト案、これを元にして書き始めた大まかな配置なんですけれども、最初のラフスケッチっていうのはね、こんな感じです。クロッキー帳を活用して、一応これ原寸大 F6 のキャンバスと同じサイズに合わせて人物の大きさと配置を大まかにラフに捉えています。で、一応ね、子供たちはスキーしてる格好っていう依頼だったので、こんな風なポーズをつけてみました。で、これを元に今度はトレーシングペーパーをちょっと当ててですね、もう少し詳しくというか丁寧に書いたのがこれ第2項というかね、2作目のレイアウト案パート2になります。こんな風にしてだいたいこんな構図でいけるかなっていうのが決まったところで、これにまたトレーシングペーパーならぬ、これはクロッキー帳ですけれどもを当てて、エスキースの最終項こんな感じで、絵にするぞっていうね、最終項を上げました。一応これがベースになって、これが元になって、絵を描き進める、土台なんですけれども、キャンバスの方はこれと並行して、茶色の褐色の下地を作って、そこに濃淡で、色をつけ始めるわけですけれども、トレーシングペーパーを当てて、こんな感じで形をキャンバスにトレースするトレーシングペーパーを作っています。ちなみに今回は白いコンテを使って褐色のキャンバスに形がですね、ちゃんと見えるように黒ではなくて白いコンテを使ってトレースする方法を取りました。はい。で、こうやってトレースしたものがキャンバスに写し取ったわけですけれども、今現在こんな感じです。無彩色で濃淡で作り上げた上に有彩色を置き換えていくというか乗っけていくような、そういった手法をとっています。円形の山とかはちょっとコントラストを弱めに、実際の写真に比べてですね、距離感出したかったので実際よりもコントラスト弱めに仕上げています。あと、やっぱり円形の人たちっていうのは少し鈍い感じにトーンを落として描いています。で、あとこれはですね、ちょっと色を置いてみたんですけれども、この男の子の靴、それからスキーの板の色がどうも気に入らないので、ちょっとね、白いブーツに、そして青い板に置き換えて仕上げたいかなと考えています。あともうちょっとの作業なんですが、今日はですね、ここで使った特に肌色を作るのにどんな色を使ったのかっていうのについてちょっとお話していきたいと思います。これが今使っているパレットで出している絵の具なんですけれども、パレットに出した絵の具はこんな感じです。肌色を作るのに使っている絵の具、ちょっと説明していきますね。まずシルバーホワイト、ベースはシルバーホワイトです。そして、テールベルト、フレンチバーミリオン、イエローオーカー。で、赤みの方はローズマダー、ライトレッド、バーントシェンナ、バーントアンバー。で、モーブレッドシェード。これは服を塗るときに、ちょっと小豆色みたいなね、服にちょっと使っています。あと、ここにはちょっと出ていませんが、ここにウルトラマリンが置いてあったかな。と、あとブラック。アイボリーブラック。今回描くにあたって特に肌色を作るのに使った色はこんな感じになります。で、使った筆なんですけれども、大きな面積はこの辺の豚毛の14号平筆、8号、6号、6号、2号。このあたりの豚毛を使っています。で、顔を描写するときとかの細いところは、細かいところは、私は今回レンブラントの241番の4号、レッドセーブルの
4号ですね。メーカーによってね、この何号っていう表記、今これ4って書いてありますけれども、メーカーによってナムラだと0号とかでもこれよりもちょっと太いかな。メーカーによって表記、大きさ違いますので気をつけてください。私が今回この絵を描くのに使っていた筆はこんな感じになります。メーカーはナムラ、文法堂、レンブラント、それからホルベイン各種使っています。こんな感じの絵の具で描き進めてきたんですけれども、最後にですね、これも紹介しておきます。ニス。主にニスって言われる油彩画用艶出し保護ワニスなんですが、今回ね、このお渡しまでギリギリというか、直前まで描いてることになりそうだっていうことで、これを用意しました。ラピッドタブロー、スプレー式の最後に描けるニスなんですが、なぜこれなのかっていうと、絵の具が試食乾燥、指で触って乾く程度までいったら描けることができるっていうのがメリットなんですね。本来タブローワニスっていうのは絵を描き終えてから半年くらい置いて、ようやく絵の具が乾いたっていう時点で描けるもんなんですけれども、これのいいところは、その塗膜が呼吸するというか、下の絵の具が完全に乾いていなくても描けることができるっていうわけで、通常のタブローワニスではなくて、このラピッドタブローというのを最後にかけてお渡しすることになると思います。今日はですね、これまでだいぶ長らく皆さんにお待たせしていたというかね、その先どうなってるんですかとか、あの絵終わってますかみたいないくつか質問あったんですけれども、そろそろ仕上げ段階というわけで、現状こんな状態になってますよということと、あとちょっとで、仕上げて、引き渡しというところまで来ましたという報告、それからどんな絵の具を使ったのかというお話でした。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。